皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップを目指していきましょう。この動画は足上げバリエーションシリーズ実践1で練習していただいているメニューを詳しく技術的に解説していく動画となっています。実践編の1では足を1本に伸ばして上げていく、そしてアクセントを取っていただくということにチャレンジしていただきました。足を1本に扱うためには太ももの筋肉を適度に力ませる必要があります。まずこの感覚が初心者の時に緩んでしまうという方も多いようです。また太ももの筋肉を締めた状態でアクセントを無理やり取ろうとするとバランスを崩してしまうということにもつながっていきます。いくつかのボディコントロールを組み合わせていくと急にリズムがクリアに見えていきますので、その辺を解説していくとともに意識するべきポイントなども詳しく解説していきたいと思います。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに全部で5本の実践動画を公開していきます。各実践編に対して体の使い方やコツなどを詳しく解説していく解説編もセットで公開していきます。実践編プラス解説編ということで技術的にも知識の方もバランスよく成長していただけるようなシリーズにしたいと思っています。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしていきましょう。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャー動画はもちろんのこと、筋トレやストレッチなど私生活にまでプラスになるような動画も作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでポチッとよろしくお願いいたします。スムーズな流れを作るための適度な脱力、足を1本で扱う負担に耐える体幹力、これを瞬時に切り替えていくことが大きな目的の一つです。軽く動きながら解説聞いていただくと理解しやすいと思います。それでは行きましょう。5、6、7、レッツゴー。それではポジションや軌道のところからまずは解説をスタートしていきたいと思います。その前に今回の足上げバリエーションシリーズでは主に2種類の足上げを皆さんにマスターしていただきたいです。1つ、足を1本にして足を上げる。2つ、膝下をコントロールして足を上げるもの。今回は足を1本にして上げる、さらに胸のアップダウンとの掛け合わせというところを解説していきたいと思います。今回の実践編でやっていただいているポジションなんですけれども、足は1本にしてください。そのまま前に足を上げるもの、そして斜めに上げるもの、真横に上げるもの、そして斜め後ろに上げる、そして真後ろに上げていく、はい、このような方向で切り分けて練習をしていただいています。そしてこの各方向に対して前で上げていたらダウンでアクセントも取るし、アップでアクセントも取る。そうするとこちらの方で順番にここでアップで取ったりダウンで取ったりということでアップとダウンと掛け合わせていきますので、合計で足上げの方向が5つになりますので、アップダウンとやると合計10個のポジションがあるということになりますね。ではまず足を1本にするというところなんですけれども、大事にしていただきたいのは足を1本にするためには膝がふにゃついてしまっているとどうしてもリズムがクリアに見えなくなってしまうので、この膝のお皿のちょうど上にある筋肉、太ももの下というんですかね、ここの筋肉をぐっと固めてあげると足は比較的曲がりづらく1本にしやすくなりますので、ここは必ず意識するようにしましょう。そしてジャンルにもよるんですけれども、足の先なんですがポイントにする場合もあるしフレックスにする場合もあります。でもリズム系のダンスであればフレックスでやることの方が太ももに力が入りやすいのでやりやすいと思います。ただね、ジャズとかバレエなんかでは一発でパーンとバットマン上げてったりしますので、そういう場合はやっぱりね、足長く見せたいということでポイントにして足を扱っていくということも大事かと思います。ちょっと余談にはなりますけど、ハウスでサイドスイングっていうステップありますね。これもお好みによってポイントでやるのが好きっていう人もいるし、フレックスでやるっていうのが好きっていう人もいますので、やっぱりポイントとフレックスは使い分けられる方がいいんじゃないかと思います。特にポイントにした時に膝が緩みやすくなってしまうので、とにかくこの膝の上の筋肉を固めて足をフレックスであろうがポイントであろうが1本にして扱っていくというのを大事にするようにしてみてください。さあ、それでは軌道にも関わってくるところなんですけれども、足をどこから上げるか、どこを支点にして上げるかというのは非常に大事になってきます。例えば足を上げていく際にこの太ももの根元のところですね、
ここを中心で上げていけば体への上半身への負担というのは比較的少ないので、胸と分離してやりやすくなると思いますし、もっと大きく足を上げたいということであれば、どうしても上げれば上げるほど体への影響というのは大きくなってきますので、バランスを取るために胸を縮めたり軸足を下げたりする必要が出てきます。このあたりはこの後の Tips コーナーで解説していきたいと思います。さあ、今は前に足を上げるということでいきましたけれども、大事になってくるのはここですね。斜めだったり横、この辺をちょっと解説していきましょう。斜めまだいいんですが、横の方が分かりやすいと思います。横はある程度この太ももの付け根、足の付け根ですね、こちらの方で上げていく限りは骨盤の傾斜というのは起こりづらいんですが、大きく上げようとすると骨盤が傾いていくことになります。ですので股関節の使い方だったり骨盤を傾けた時に自分のボディの使い方、そして軸足の使い方、この辺もやっぱり大事になってくるので Tips コーナーでご紹介します。さあ、問題は真後ろと後ろ斜めなんですけれども、後ろに足を上げる関係でどうしても人間って後ろって考えると前側の筋肉が緩みやすくなってしまうので、こういう風になってしまう人、アクセントが取れないっていう人が結構いるんですよね。ですので後ろに上げるんだけれども太ももの前はしっかりと固めておく。そうすることによってしっかりと軌道を確保して一本に見せることができますので、この辺の両立も大事にしてほしいです。さあ、上げる方向によって少し足の意識、そして感覚が変わるということを分かっていただいたところで、最後に軌道のところなんですけれども、今回の実践メニューでやっていただいているのは足を上げた時にアクセントを取っていただくようにしています。で、この上げ足だけに注目していくと、すでにアクセントを取りたい太ももの前側というのは固まってしまっていますので、意外と上げて下ろす上げて下ろすだけになってしまってリズムが見えなかったりする場合があります。そういう時はなんですけれども、少しね股関節を伸ばしてあげるといいますか、動かし方としてはかかとをもう一個前に出してあげるようなイメージにするとアクセントが確保しやすくなりますので、足上げでアクセントを取る場合は少し方向に対してかかとを前に、かかとをさらに進行方向に出してあげるようにするとアクセントを取りやすくなるということも参考にしてみてください。で、足を上げた時にアクセントをする場合、裏が足が揃ってる状態になることが多いと思いますので、16ビートで取りたい場合はしっかりと両方アクセントを取る。音を回してグルーヴ取りしたいという場合はしっかりとここで柔らかく、着地をしてあげるというのも大事になってきますので、お好みのリズム取り選んでみてください。じゃあ足上げでアクセントを取った場合、ちょっとやってみましょう。ワン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 。じゃあ足上げは軌道で使った場合、ワン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 。これを各方向で使い分けられて、さらに胸のアップダウンなんかも掛け合わせられたら最高だなっていうところですね。さあ、ここまでは上げた足だけにフォーカスして解説を行ってきましたが、この後の Tips コーナーでは他にも隠されている軸足だったりとか上半身の使い方、そんなところもご説明していきたいと思います。さあ、それでは Tips コーナーに移っていきます。まず一番最初にお伝えしたいのは股関節や骨盤の傾け方、この辺りから少し読解していきたいと思います。以前にご紹介しているシリーズで膝から上げる足上げ5方向なんていうシリーズもご紹介しているんですが、これと上げ方視点は非常に似ています。このももの付け根のところで足を上げる、ももの付け根のところで足を上げる、この辺りを中心で使って足を上げてってあげるんだっていうことをまず考えてみてください。しかしながらこれだけでは事足りません。今は前に上げればここが視点でいいんですが、斜めもいけますねっていう感じなんですけれども、横になった瞬間に腸腰筋からこの後ろの臀筋、中臀筋って横に上げる筋肉があるんですけれども、お尻の筋肉も関わってくることになります。ということは股関節がしっかりと開いていかなきゃいけないので、やっぱり開脚のストレッチなんかをやっていただいて足を開く感覚覚えていただいて、どこの筋が伸びているのかを分かるようになりますので、そこをですね、軽い、あれですよね、痛くない程度に上がるところまで上げてみてください。これが股関節視点です。今度後ろに行けば行くほど、斜めになればなるほど横のお尻の筋肉から後ろのお尻の筋肉に足上げが移っていくことになりますので、お尻の筋肉結構
状態が前に行きやすくなりますので、しっかりとそこを締めながら、真後ろもそうですね、締めながら上げていくっていうことを意識してまずやるようにしてみてください。これがこう移り変わっていく、なので角度が変えながら足上げを練習していただくっていうのは非常に大事かと思います。先ほども少しお伝えしましたが、この足上げを高くすればするほど、じゃあ横が分かりやすいので横でやりますけど、股関節支点で持っていけてるものがだんだん自分の骨盤にまで影響を及ぼすようになってきます。ですので股関節だったらどこまで上がるのか、そしてどこから先が骨盤に影響を及ぼすのか、後ろもそうですね、どこから先が骨盤に影響を及ぼすのかというポイントを知っておくことっていうのは非常に重要になりますので、練習をする際はそこのねグレーゾーンをしっかりと見極めるようにしてみてください。そしてこれどこのポジションでもそうなんですけれども、この足って足上げすると少しこう何て言うんですかね、骨盤じゃなくて腰のアイソレーションじゃなくて股関節使うだけで少し足って伸び縮みするんですよね。この感覚が分かっている方っていうのは足を上げた時に先ほども言いました股関節でアクセントを取りやすくなるので、足のポップとは違う何ていうんですかね、伸ばしてと言いますか、縮める方でもいいんですけど股関節でアクセントを取るっていうのは非常に楽になるので、足を上げた際にただ上げるだけじゃなくてアクセントを取れるようにしてください。対してねポップだとこういうイメージになっていきますからね、全然違いますね、アクセントの質が。さあ股関節骨盤のことがある程度分かってくると、軸足に対して少し意識を向ける必要があります。今回は上半身のアップダウンということなので、比較的ね上下の運動で済みますから、軸足の使い方っていうのは楽だと思います。膝だけのアップダウンをしっかりマスターしておいていただければ、前後あたりは楽なんじゃないかなと思います。例えばダウンで持っていったとしても、軸足しっかりと曲げるだけで軸は保てていますので、前の重みに耐える分だけ少しだけですよ、後ろに行ってあげればダウンなんかも入りやすいと思いますし、アップの場合で後ろに行っちゃう人っていうのは少しだけつま先の方に行ってあげればアップ入れやすいんじゃないかと思いますので、微妙にそのアタックする角度を変えてみてください。で問題になってくるのは横に上げた時の傾斜なんですけど、これを収めるためにしっかりと深く足を曲げる必要があります。でこの時に思っている以上に足って重いので、こっちにオフバランスが起こってしまいがちなので、しっかりと胸のダウンをこちら側反対側に重みを作ってあげるように持ってってあげないと、なかなかバランスって取れないと思います。じゃあもし膝をピンと伸ばした状態でやろうとすると、なかなかこうアクセントがこっちに逃げてってしまうので、膝を使ってバランスを取れるようにしていくのがおすすめです。このためには足の裏のコントロールをする必要があります。私は外ラインと言っていますが、外ラインでしっかりとバランスを取ってあげて、こんなやる必要はないんですけれども、バランスを少し外に逃がしてあげるようにすると、骨盤の傾斜が起こっても足を上げて、そしてバランスを保ちながらリズムを取るということが可能になっていきますので、全方向ですね、ちょっと場所を確認するようにしてみてください。1つ目は股関節で支点を作ったもの、これで軸足はどこでバランス取れるのか。2つ目は骨盤が斜めになってもどういう曲げ方をすればバランスが取りやすいのか、この軸足の置き方というのを足の裏のコントロール、膝の置き方なんかで調整してみてください。さあ最後に上半身の使い方をご説明していきたいと思います。今回は胸のアップとダウンなんですが、両足でやるときピタンとくっつけてやる人ってあまりいないと思います。少し広げたり、人によっては肩幅以上に広げて深く持っていくと思います。しかしこういうスタンスじゃなくて、片足だけでアップダウンを行うことが大事です。今回はそれが大事ということですね。横から見た時に私は骨盤が前に行き、膝が曲がり、その上に胸をかぶせて S の字を作ることを大事にしようとお伝えしているんですけれども、この状態がですね、よいしょ、片足になった状態でも同じアクセントが取れるかどうかというのが非常に大事になってきます。そうしましたら上げ足っていうのは分離できているわけですから、足がここにいようが横にいようが、そのちょっとしたダウン、今ダウンでやりましたけど、ダウンの角度によって
アクセントがしっかりと入るようになりますので、元を正していくとしっかりと両足で S の字が作れているかどうか、そしてその S は片足の状態になってもしっかりと作れるのか、これがね軸がまっすぐ伸び縮みするグニャングニャンってなっているだけなので S が一番効率いいんですよね。こういったところから少し確認していただいて、足とそして片足だけのアップダウンを確認していくと、足1本と胸のアップダウンの両立、そして綺麗なリズム取りというのが両立していくことになりますので、この辺をしっかりとするようにしてみてください。最後に補足説明となるんですけれども、先ほどもお伝えしたように、例えば横であれば少しこっち側にリズムを取らなければバランスが取れないと。でこれを馬鹿正直に胸を右胸左胸まっすぐ下に落とそうとすると結構無理がきてバランスが崩れてしまいやすくなります。ですので私はおすすめしているのは、右胸左胸を分解して傾けた胸のアップダウン、私はこれをフレーバーと呼んでいますが、それを練習できる動画もあります。ですのでこっち側に行った時に比較的バランスを取りやすいフレーバーの入れ方、こっちに行くとちょっと無理だなとなれば、フリーになっている方を使って取るようにして、足上げのタイミングと合わせていく合わせていく合わせていく。はい、今両方落ちてないですよね。両方だとこういう感じになります。鈍足になってしまうので、このようにフレーバーを使うこと、これでだいぶリズム取りやすくなりますので、ぜひ参考にしてみてください。さあまとめると、前のセクションでは足を上げるところにフューチャーしてお伝えしました。固めるためには膝の上の太ももが大事だよ。そして股関節のことについてもお伝えしました。前に上げる時っていうのは腸腰筋あたりを使ってだんだん横のお尻や後ろに締める筋肉が流れていくんだよと。そして軸足ですね。軸足は上げる方向によって足の裏を使い分けたり、膝のアイソレーションを微妙に調整することによってバランスを保っていくんだと。そして最後に上半身のところですね。胸のフレーバーを入れながらバランスのいいところを見つけて、そこに対してまっすぐだけじゃなくてちょっと角度をつけてアクセントを取っていってあげる。おおよそこのポイントを一つずつクリアしていけば、足を一本にした時のアップダウンというのは怖さがなくなっていくと思いますので、ぜひね一つずつちょっと大変ですけれども組み合わせを考えながら微調整しながら練習をしていただきたいです。それでは Tips コーナーを終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。足上げのバリエーション、足1本と胸のアップダウンの掛け合わせ、こちらについて理解は深まりましたでしょうか。足を1本で扱うってだけでもかなり意識持ってかれますよね。ですので今回は慣れているであろうアップダウンと掛け合わせて意識を広げていくようなメニューにしましたが、入門者の方で難しいと感じた方は胸をもう一切なくしちゃって足上げだけに注力して練習していくのがいいと思います。慣れてきたら第2、第3の技術と掛け合わせていくのがおすすめです。それでは簡単に復習していきましょう。足を1本で足上げを行う技術を解説しました。アップダウンとの掛け合わせには別にフレーバーをマスターしていく必要があります。股関節や骨盤を意識することによってより多くのシルエットをゲットすることができます。軸足の使い方一つでバランスがかなり確保しやすくなります。足上げバリエーションシリーズではまとめ解説動画を皮切りに全部で5本の実践練習動画を公開していきます。各実践動画に対して体の使い方やコツなどをご紹介する解説編もセットでアップしていきます。実践編プラス解説編で技術的にも知識の方もバランスよく成長していただきたいというのが今回ねやりたいことなので、丁寧に作っていきたいと思います。ステップマスターを目指すためにもぜひトライしていきましょう。ステップが上達する秘訣として足の運び8方向、足上げ5方向、足のクロス4方向、これらのシリーズも必ずお役に立てることと思いますので、お時間がある時にぜひご覧ください。あとクラブステップ、そしてチャールストンの応用編の動画も公開しています。このステップで応用編を作ってほしいなどご要望はすごくありがたいので、ぜひコメント欄で教えてください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンまで押していただけましたらとても嬉しいです。
いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。足を一本にしてアクセントを取るという難しさが本動画で少しはお分かりいただけたんじゃないかと思います。今回のシリーズを作るにあたり、メンバーにもいろいろ実験で動いてもらったんですが、足上げとアップをタイミング合わせて軸足をヒュッと移動させたり、フロアで膝つきながら足上げて応用するやつもいたりとか、若い人って面白い発想するなと感心してしまいました。突発的に出てきたアイデアって最初はあんまりかっこよく見えなかったりして、すぐに使うのをやめちゃったりするケースって多いんですけど、そういった面白い発想を見せきれるレベルまで練習していくってすごく時間のかかることですが、完成した時に斬新なものだといろいろな方に認知してもらえると思うんですよね。きっとダンスを生み出した先代たちもそうしてね、苦労の末に今を作ってくれてると思いますので、若い世代の新しい感性はとても大事にしたいなと改めて思いました。皆さんも今あるものの技術を高めることと自分だけの発信、この両側面からダンスをぜひ楽しんでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。You